中入れてクラッチやなんやをいろいろしたいんですよね。これもとりあえず動いてエンジンに水入れたりせんと。よっとあったよっ、あニュートラルやで。あウィンチつけました。なんかこれがしかもリモコン式やで。なんか大昔にこうだからリモコンついてたけど、今なんか法律でリモコンあかんのちゃうかったかな。こっち方向はなんかパンダかなんかで引っ張った方がいいな。そうなんです。前までやとね、あそこで文句あるし嫌やねんな。でまたちょっと向井さんのところの席に入らせてもらって。さすが安もん抜けた。いやすごいな。もう大昔にこれ何本ぐらいやろう、数千円で買ったもんやから、まあまあこんなもんといえばこんなもんやけど、なのでこれは絶対信用してはいけないな。ちょっと直します。でこれでどうやろう、ブレーキ直してから押したりした方が早いかもしれへんけどな。そこまででもないと思うんやけどな。ロックとかじゃないから。やっと入ったかな。おお、いけた。いけましたやんか。いけたね。あとまあ振らなあかんけど。いけたー。大変だ。悔しいな。別にまあここは変えたいけど、ここのへこみ腹立つわ。パンが乗っかってきたからね。しょうもない壊し方が一番腹立つ。ブレーキがほらいやでもこういう動きをするにもね、片付けができてないともうどうもならんかったからね。
しょ。ほら。しんど。1時間ぐらいかかって。さっきライブ配信したんですよ。いっぱいスパチャもらいました。ありがとうございます。パーカーとかもめっちゃ売れたしな。嬉しいな。そうなんですよ。支払いの金額めっちゃ思ってたよりあったから、自転車操業しよう思ってますって言ったら、買ってくれはりました。ありがとうございます。はい、チャリンカーで行きます。怒られるわ、先輩に。はい。まあ、ちゃんと支払いするんでね、いいんですけど。まあ、そんな中でニヤニヤヘラヘラしながらね、やってる、そんな折にやってるんですけど、まあ、これ、なんとかウィンチェラ使って入れたんですけど、まあ、なんせ、まずもうブレーキがまあ固着しとると。で、それもうっとしいんですけど、クラッチが、切れない。で、それをちょっと今から見てみようと思います。しかしコメントでもありましたけど、なんか、こういう車が1台、ここのガレージに、綺麗なクラシックミニがあるだけで、なんか全体がなんかちょっと、おしゃれ度が上がるというか、なんかちょっとヤバさが、緩和される気がしますね、なんか。でこれがミラとかアルとか置かれてたらこんなことにはならないんですけど、この雰囲気にはならないんですけど、やっぱこういう車っていうのがこう日本人の中でこうなんかこう外国の舶来のこうおしゃれなもんであるというこう敗戦国百姓根性鬱屈した欧米に対するコンプレックスね、エレファントカシマシ的に言うところのガストロンジャーのね、歌詞でございますけども、そういうものがあるのかしらというところです。はい。イギリスとかね、イギリスとかも立ち悪いしな。基本的には全部イギリス悪いしな。ってね、もう文句ばっかり出ますけどね。小林さんがね、言ったはずだ。ここです言ったはずだ。ここで開く、ここで開く言ったはずな。なんかここで、こうするだけでええの。説明書見よう。こんなものを、小葉さんが譲ってもらってます。室内にやっぱりワイヤーがあるって書いてあるな。ダッシュボード下。こういうの怖いな。つけへん。変に傷つけたのいいねん。ぶつけといて。なんの母さんの車や。ちょっとおもろいやん。冗談みたいに簡素の車やな。原チャリよりも中身が少ない気がする。ちょっとおもろいやん。いやでもこれは確かにおもろいやん。すでにおもろいやん。ちょっと。なおさらちょっと後ろ当てたら嫌やな。で、ワイヤー。これだけでよかったね。電池器ってちゃうとかここになんかいる。おー。なるほど。これが外れてんのか。はい。なんかめっちゃ軽い。もうちょっと怖いぐらい軽い。へえ。前回小葉さんと、作業したけど、これはクラッチのレリーズで、おそらく僕の予想では、レリーズというよりかは、この先、なんかちょっと白くなってるけど、見えるかなそう、ここが固着してるんちゃうかな。で、この先の、このナットたち、この本によると、なんか、レリーズの突き出しを調整してるらしい。ちょうどこの前の86で言うてた、そう、突き出しを調整してっていうことで、江島さん曰くが、ここのカバーを開けると、ここのカバーを開けて、レリーズのベアリングをちょっとこぜるとか、なんかするのが早いんちゃいますかね、とのことでした。
いけるかな。ちょっとここばらすか、あそこちょっと注油して、動き見ますわ。で、キャッチタンクを外して、資料によると、あ、これがやっぱ固着してるわ。やっぱちょっとおかしいな、これ。そうおかしいから壊れてんやけど。あ、やっぱおかしいよ。これがここで、うん。よいしょ。あ、こんな硬いわけない。やっぱり、ここが、うん、シャフトがちゃんと動いてないんじゃないかな。一回、マスターシリンダーを外すかなんかして、で、ここがほんまに動かないかどうか。で本来やったら、ここ今ネジで緩めて、ここね、こんなし緩めて、で、この状態で、ここが、まあ、ここまで全部ほどかんでいいんやけど、ここが、多分ここの状態からこれぐらいの位置で、ちょうどこう、クラッチに当たるみたいな。要するにこれがもっとカチャカチャ動くはずなんですよ。完全に固着している。となると、まあ、ここほど置いて、で、マスターが動くかどうかちょっと確かめたりとか、その辺をします。このクリップ外すのがめんどくさい。めんどくさかった。取れたけど。固着してるかな？抜けへんかな？抜けへんわな。抜けへんわな、そら。こっち側から緩めなあかんか。じゃあやっぱりインチ工具やから、インチのソケットいるかなと思ったけど、13でこれはいけるな。多分15とかで結構いけてるんちゃうかな。今これ13です。全然、意外とこの辺はインチ工具いらず。まあ全然ジムニーとかよりかは触りやすい。新規格あるとよりも触りやすいから、FF としてはかなり触りやすい部類ではないのかな。で、ペチン外して、オペレーティングシリンダーの、オペレーティングシリンダーの中身は結構綺麗。で、こいつがほら、もう、わかるこれ。やっぱ予想通りこいつや。クラッチの張り付きっていうよりかは、レリーズビアリングが動いてない。あ、ダメです。こんな力入れてここは動かない。無茶したら壊れるやつなので、次に、ここのカバーを外す努力をします。はい、ありがたいことに、これ、もう本もあるし、こんなコバさんが2冊も譲ってくださってますし、で、これを外したいだけやから、ここを多分、外すだけ。で、問題が、これもなんか動かへんけど、ここが、こういうこっちゃ。そう、こういう風にね。だからちょっとカバーを外します。ということです。多分まあそんなに。で、こっち動いてるからこっち使ってもいいし。スペアがあるってええわ。気楽やわ。これはでもなんかまだ壊れるかもしれんし置いとこう。よいしょ。ああ。こんなんどうすんの？落ち着いていくと、ああ、なるほど。ああ。理屈はなんとなくわかるけど、体がまだ動かへんな。ああ。地味やな。